杉田智和アジルスチャンネル。少年エース。こんばんは、こんにちは。少年エースならぬ翔平平って言い方と似てるよねっておなじみのアジルスこと杉田智和です。前回漫画の題材を扱った動画を上げた時に、創刊当初に関われるというのは自分だけで価値観を一緒に高めていける、そんな錯覚に陥れるというので月刊少年ガンガンの話しましたけども、今回は新しく創刊された雑誌、中学生の頃ですかね、角川書店さんのね少年エースの話をしようと思います。メディアミックスっていうのがやっぱ今思うといろんなものの走りだったのかななんて思いました。角川さんなんでアニメに出資してたり、原作漫画が同時に雑誌で始まったり、そのための受け皿だったのが少年エースだと。すでにね、世の中的にはもうジャンプ、マガジン、サンデー、チャンピオンと、あとガンガンもあったので、そんな中で新雑誌を角川書店が立ち上げるってなった時の、当時、中学生ぐらいだった杉田少年の反応は、また漫画新しく出んのっていう。ただそのラインナップよ。それこそ自分の好きだったものが少年エースで同時に見られるっていうのは相当テンションが上がって、例えばガンダムだとクロスボーンガンダム、長谷川先生のそしてマクロス7、これは期待して雑誌を買ったら右本先生のマクロス7トラッシュっていう、なんかすごいおしゃれなね、あれ画集かなみたいなね、めっちゃおしゃれやんっていうね、環境 PV みたいなのが渋い漫画でね、僕としてはそのマクロス7って書いてあったから、ファイヤーボンバーの漫画編かなと思って、ってすごいテンションで見たら、めっちゃおしゃれやんってなって、これはこれですごいやっぱり絵が美しいので世界観に取り込まれていて、これを見ることがおしゃれなんじゃないかって思い始めていた。いやきっとそうで、ガンダムがあってマクロスがあって、あと天空のエスカフローレンの漫画版があったのよ。しかも星屑パラダイス、最近だと二人エッチでおなじみの勝明先生が書いていてですね、もうメガネっ子になったユラさんみたいな瞳と、なんかちょっとワイルドな野生児みたいな少年のバーンっていうね、アニメ版とだいぶ異なるかなって。でもね、バーンが女くせえのは嫌だが一緒に寝てやるかって言った瞬間におっぱじまるのかななんて思ったけど、それはね二人エッチの見過ぎということで、よくないね、ダメですね。どっちかというと星屑パラダイスのイメージだよ。その後いろいろ漫画を描いていらっしゃいますけども、サンデーでやってた漫画はサンデーは買ってなかったんで、兄が買ってたのよ。そのランマパトレイバーで星屑パラダイスっていうすごい漫画屋で、サンデーってのは夢の世界だと思ってね。引っ込み思案だったじいちゃんが急に勇気を出してふってこう上の服を、これ以上言えない、もうダメ、そんな内容だったか。桂正和先生か勝明先生かな。ケツのシワが見事なのはな。編集点よし、少年エースの話に戻ろう。そしてセイントセイヤを書いていた車田正美先生がビート X って漫画をね、多分ビート X 一番看板だったんじゃないかな。後にアニメになって、フェンスディフェンスさんの主題歌と主役を演じたその檜山さんの熱演も相なってですね、異常なテンションで盛り上がってですね、なんとかフィストってあったんだけども、あれが好きすぎて僕が作った月影学園の主人公の水木英里のコテの影響って、あれすごい実はあれ影響を受けていてですね、やっぱワイヤークローみたいに飛ぶアイディアとか、あれをこう主人公が装着して戦うっていうのがね、やっぱかっこよく見えたのよ。アニメも良かったな。アイキャッチで檜山さんがつくビートXってなのがね、やっぱあれよ。その話した時に、俺が叫ぶだけの芝居だと思うんじゃねえぞって言われて、すいませんって。僕は比叡とかガサラキも好きですって言って、なんだお前詳しいなって言ってね、その後ずっとそのアニメの裏話を教えてくれて、檜山さん優しい。そうなんだよ。だから最近じゃあ西山こうちゃんあたりがなんかこう面白いおじさんって言って、なんかひたすら酔わせてキャラクターが本当だよ、リアルドリームクラブみたいになってんだから、どういうことだよねって。汚ねえドリームクラブならこうちゃんよおいって言ってね、檜山さんを酔わせて話させるゲームってどういうことだお前はっていう、ね、そういうことじゃなくて、話がそれた。で、あとはね、少年エースはメディアミックスで現行でそのアニメがやってる中、漫画版も楽しめるっていうのがあったんだよね。杉崎先生のブレンパワードとか、あとはやっぱそのなでしこかな、朝宮先生の全然雰囲気違うからさ、漫画版見てこんな感じなんだと思って、やっぱりね、サイレントメビウスの先生は当時本当中学生だったからめちゃくちゃなこと言ってたね。やっぱりちょっとこうグラマラスなで攻撃的なお姉さんしか描きたくないのかなって、そんなことあるかいって思ったけども、それぐらいね、なんかこう全然そのアニメの後藤圭司先生の絵と全然違うから、いや好きだったけどね。あとはね、銀髪一番っていう
漫画があって、個人的に結構他のガンダムとかそういうテンションの高いものの合間にそれを見るのがすごい好きだったのよ。まあラブコメで主人公が決して貧乏な発言の貧ではないんだけども、ビンと来てパーンってなるみたいなね。それで急にひらめいて発明アイテムやキテレツ大百科みたいな感じでね、それのなんかこう物をこう急にひらめいたり急にこう覚醒してトラブルを解決するみたいな、そんな内容だったと思うんだけどね。漫画図書館 Z にありました。貧髪一番ビーンって来て、あれ急になんかこう丸気するって言ってたんだけど、あ、奮起だよ。今丸気って言ったけど奮起だからね。そうだよ、違いますよ。さあ次の話だ。その後ガンガンはですね、エンジェリック・レイヤー、そうクランプ先生が少年エースに来るっていうので、うわーってなって、もうエンジェリック・レイヤーって始まったわって。でアニメもあって、あの当時中村くんが確か小太郎って福山さんの役で受けて、そのオーディションでいつも福山さんと被るなみたいな話してたのすっげえよく覚えてんだよな。ああ、僕受けてないよ、役ないじゃん。何で受けろって話だよ。そうで、ブランシェかなんかシュだかブランシェだかがハイパー化するぐらいまではアニメで見てて、漫画も追ってたんだけどそれも見てないんだよな。あれどうなったかな、その後エンジェリック・レイヤーってあれも展開見てなかったんだよな、その後ね。すいません。あとはね、ナルエの世界、あれもよく覚えてて、なんかこう綺麗なほのぼのとした、でもラブコメなんだよな。いいなあ。何も受けてないですよって。やっぱりね、あの当時からね、僕はこういう優しい世界にはいけないんだなって思ってました。はい。そうなんだよ。いや、すごいよく覚えてる。この辺ぐらいまでよくガンガン買ってて、でもう声優にはなってたから、その後都内で一人暮らしを始めたんですよ。そこぐらいから多分買ってない。そのちょっと手前ぐらいから。あの当時は埼玉から通うのに、その乗っていた電車で朝いっつもその行きの駅でと帰りの駅で絶対買ってたのよ、雑誌を。それであと単行本もめちゃくちゃ買ってたから、あとはね、埼玉に帰れないって終電が行っちゃったって時にネットカフェみたいな漫画喫茶みたいなところとか、あと窓から逃げる漫画家先生のお家に漫画が置いてあって雑誌が置いてあって、それすっごい見てたのよ。だから一番多分漫画見た時期ってくらいじゃないかな。やっぱりその、ケロロ軍曹とか、あと自分でも出てたっていう意味でね、あとテイゾグレイデイドリーム、それもよく覚えてんだよな。テイゾグレイのねオーディションがね、埼玉県の戸田市かなんかで、なんで埼玉まで行くんですかって言って、いやなんかスタジオがディレクターさんかなんかが持ってるスタジオがそこにあるから受けに行けって言われて、遠いなーと思って行ったら、その日お祭りで、あれ僕がスタジオにたどり着けるのかな、大丈夫かなと思ったら迷子を見つけましてですね、今でも覚えてる。交番に連れて行って、で若いお母さんが来て、もう伝説の名言よ、用が済んだら消えてもらえますかって言われて、なんか僕犯人に間違えられたんだろうね多分ね。世知辛い世の中ですねって警官に言って帰ってきたけど、そうだ俺オーディションに行かなきゃいけないんだと思って、正直に言います、30分ぐらい遅刻しました。落ちたわと思って。そしたら案の定会場に着いたら、他の人もオーディション会場にたどり着けないとか、大幅に遅刻してますっていうね、もうカオス状態になってて、僕受けられました、門竹総一郎で。でもうどうせならさ、もうオーディションもう終わったし、なんかこう上で花火でも見ますかって言ってね、すごいでしょ。オーディション終わって帰るんじゃなくて、そのまま屋上で他の受けた人たちと一緒に花火見たからね。懐かしいな。いや絶対落ちると思ったんだけどな、遅れたし。受かりました、総一郎で。だからすごい忘れられない。でその OVA だったから結構表現が割とギリまでいけるのね。それこそこう霊障都市伝説 VS SM の女王様っていう図式だから、地上波無理よ。一巻の映像特典は OVA の花園神社でお祓いをするっていう。でその日来れなかった気象さんは多分たたられるなっていう、ね、よくわかんないオチだったんだけどヒット祈願もねするのよ。テイゾグレイデイドリームヒットを祈願してって。でそしたらおみきが出てきたのね。お酒よ。横でポソッと田村ゆかりさんがどうしようお酒って言ってて、本当のお酒出てきたって言って、飲まなきゃダメでしょって言ったら結構濃いめでね。その後僕のテンションは決まりましたよ。すごいテンションがカーってなってね。いや悪酔いはしないですよ。すごい楽しかったなっていう記憶だけありますテイゾグレイ懐かしいな。そうその当時やってた漫画だと多重人格探偵サイコっていう漫画が大好きで、主人公の雨宮はメガネのこういう顔のね、
鋭い顔つきのやつで、あの当時ギモオタ仲間とかオタク仲間の仲間内にちょっと鋭いメガネのやつがいると、多重人格探偵最後の主人公に似てるよねってみんなに言われてたな、そういやと思って。一体何人全国に多重人格探偵人がいたんだろうっていう。あれとコミパの九本仏大使人はね、多分あの当時日本中に溢れていたんじゃないかな。お前大使に似てねって言われたことある人、メガネかけてているでしょ多かったんだよな。そうで、個人的にそうだな、先見の明があったって勝手に自慢げに思ってたのが、少年エース創刊2号にエヴァンゲリオンの漫画が新連載で始まって、でエヴァ好きだったからテレビ放送時に、でその後劇場版をやるに際して深夜放送での再放送が始まって、それで社会現象になったような記憶があるんだけども、その時に僕が原作の1話ちゃんと雑誌で持ってますよっていうね。あとアニメ版のフィルムコミックスを見て研究してたんで、勝手になんかこう他とは違うぜずらしてたんだよね。痛々しい懐かしいな。アジルスチャンネル。そんな中ですよ、キングオブファイターズの漫画があったんですね。チャンネル登録よろしくお願いします。